そういう意味では改善するまで非常に早かったです。本当1週間もしないうちにあれなんかこっちの目が見えてるなっていう感じがありましたので実感がありました。こんにちは、三浦です。本日は緑内障を改善された方にお越しいただいて体験談をお話しいただいておりますのでご覧ください。澤田先生とはもともと縄文の方の勉強会でお知り合いにならせていただいたんですけれども、ちょっとじゃあ縄文の話は置いておいて、澤田先生がもともと目のトラブルがあってというあたりのお話をお願いいたします。夏の間本当毎日2時間ぐらいしか寝てないでですね、それで毎日お酒飲んでたもんですから、やっぱり眼圧がすごく上がってしまってですね、眼球の中の血管が破裂して全く何も見えなくなったんです。左目だけなんですけども、それを2年連続やってしまいまして、手術をその度受けたんですけども、ある程度の視力が回復して色と形は分かるんですけど、もう線がまっすぐ見えませんし、字なんか全く見えませんし、ただ自分は結構楽観的なもんですから、右目が見えてるから大丈夫ですよって先生に言ったんですけど、もし右目に何かあったらもう失明しちゃいますよって言われてですね、それでちょっとヒヤヒヤしていたところに社長にご紹介いただきまして、正直言って半信半疑だったんですけども、もう1週間もしないうちからですね、なんか視界が開けてくるんです。で、まっすぐ見えなかった線がもう全部縦横まっすぐ見えるようになりまして、視力の検査の時に方眼紙みたいなのをやるんでしたっけ？それがどんな風に変わった？15センチ角ぐらいのこういう方眼なんですけども、もう全部こうぐにゃぐにゃ一本もまっすぐ見えないんです。しかも全く線が見えない部分もあってですね、とにかくまともに見えなかったんです。ところが1ヶ月ぐらいしてから簡単な検査だけ受けたんですけども、そうすると全部まっすぐ見えますし、欠けてた部分もなくなりまして、もう全部きれいに見えたもんですから、もう自分自身がびっくりしてるんです。なるほど。もともとは眼圧も高かったんですね。そうらしいですね。緑内障の疑いがあるというふうに言われてたということで、2年前に右の眼圧が 17.0 で、左が 14.7 お飲みいただいて、右目が 17.0 が 15.3 に下がって、左が 14.7 から 10.7 に下がったと。いうことですね。その後は検査をされてない？なかなかいけなくてですね、おそらくその時よりまだ良くなってると思います。見え方がすっごいクリアになってきてますので。車の運転とかもだいぶ違う？もう今年の春免許更新だったんですけども、片目ではもう全く見えなくてですね、両目でなんとかギリギリ通してもらった。で、次の免許更新の時危ないかなと思ってたんですけど、おそらく次もちゃんと取れると思います。澤田先生がこれが網膜静脈分岐閉塞症と言われたんですね。なるほど。それによる黄斑浮腫ってことですね。なるほど。血圧も高かった。そうですね。高圧剤は飲んでらっしゃって。1日1錠だけですけど、今血圧の方は安定してます。120、30の下が80ぐらいです。改善するまで非常に早かったです。本当1週間もしないうちにあれなんかこっちの目が見えてるなっていう感じがありましたので実感がありました。その眼球の中の血管が2回破裂したっていうことなんで、本当に失明してしまうとやっぱり、いや本当ですよね。そういう意味では非常にいいタイミングで、いや本当にもうそういうきっかけでお知り合いになったんではないんですけども、本当にいい社長に巡り会えたなと思ってます。ありがとうございます。澤田先生の本業のといいますか、この縄文のお話もよかったら少し。ありがとうございます。縄文といいますか、日本の技術や文化っていうのは世界で一番遅れているって学校の先生はそう言いますし、学者なんか今でもそう言ってるんですけど、実は日本の技術や文化っていうのも世界でもものすごく進んでまして、例えば日本は3万8000年前から人部魔生石器といいましてですね、研ぎ澄ました石斧が出てくるんです。綺麗な本当に。ところがヨーロッパが一生懸命して新石器時代に入るのは何ぼ頑張ってもせいぜい1万年前なんです。ということは日本の技術っていうのはヨーロッパより2万8000年もリードしてるんです。しかも世界中に後期旧石器時代の遺跡があるんですけども、せいぜい100単位なんです。2、300とかシベリアにもヨーロッパにも韓国にもありますし、中国はほとんどないんです。おそらく1桁だと思います。10あるかないかぐらい。そういう時に日本列島には1万7000遺跡もあるんです。圧倒的なんです。5万年前から1万年前を後期旧石器時代っていうんですけども、世界では日本は3万8000年前から1万年前の遺跡が1万7000
戦遺跡もあるということで、その時代の人類の遺跡はほとんどと言っていいほど日本列島に偏ってるんです。それぐらい日本の技術や文化っていうのはものすごい進んでるのに、私たち日本人が勝手に日本は大陸から全部教えてもらったんだって、もう学校でもそう習ってきてますし、何の本を読んでもそういう書いてますので、そう思い込まされちゃってるだけで、実際の遺跡のあり方を見ると日本っていうのはものすごく進んでるんです。縄文土器なんかまだ他の国がその石器も作れない時代からものすごい芸術的な土器を作ってるわけですから、日本人が手先が器用だっていうのはここ最近の話でなくて、1万年以上前から日本人の手先っていうのもものすごく器用で、その技術文化っていうのもものすごい進んでるんだよっていうことをぜひ多くの方に知っていただきたいなと思いまして、こういう本を書いてます。あと、非常に平和な時代である。それがすごいですよね。確かにたまに矢が刺さった遺骨が出てくるんですけども、圧倒的にその割合が多民族より少ないんです。多民族はただ刺さってるだけでなくて、首がなかったり、腰から折れてたり、足がなかったりという、明らかに戦闘で死んだっていう遺骨がいっぱい出てくるんですけど、縄文の矢が刺さって死んだのはおそらくですね、みんな狩りをやってるもんですから、流れ矢に当たってやっぱりどうしても死ぬ人は出てくる。近代のアイヌでもそういう事例ありますんで、どうしてもそういう事例はあるんですけども、やっぱりちゃんと五体満足なんです。それは戦争じゃなくて自己死ってのはどうしてもありますので、一桁少ないんです。その自己死というか、向こうは自己死プラス戦死なんですけども、というぐらい日本の縄文時代っていうのは全く戦争がない、争いのない時代が1万年以上続いたという。しかも特に北海道の集落はですね、一つの集落が8000年とか6000年続くんです。そんな市町村っておそらく世界中にはどこにもないと思うんですけど、そんな6000年も8000年も平和な時代で一つの集落が滅びずに存続するっていうのは、今 SDGsって流行り言葉ですけど、もう日本民族はもう縄文時代にそれを成し遂げているので、これから人類は進んでいくんでしょうけども、だけど過去に遡ってそういうすごい時代があったんだよってことを私たちはもう一回知るべきじゃないかなと思います。そうですね。で、そういう意味では、これからの世界のね、人たちにもそういう、SDGs もそうでしょうし、そういう平和なそれもそうですけどね、やっていただきたい。そう思いますね。岡本太郎さんが言ってるんですけど、人類は進化なんかしてないと、縄文の凄さを見ろって言ってますので、新しいものを追い求めていくんでしょうけども、やっぱり過去にそういうすごいいい素晴らしい時代、平和な時代があったということを特に私たちはもう一回知るべきだと思います。できればそれを世界中に広めていって、やっぱり世界中がそうやって平和になればいいなと思います。緑内障をですね、結構手術を繰り返すっていう方がたくさんいらっしゃるわけですけれども、なかなか根本的に解決しないという方が多いと聞いてます。一つはですね、腸内環境も大事ですけど、その血管の柔らかさ。目というのは毛細血管の集まりですので、そこの血流、血管というのが非常に関わっているというふうに思います。同じように悩んでいらっしゃる方は説明欄の方からご質問いただければと思います。またチャンネル登録よろしくお願いいたします。